こんにちは、浜田びかりです。農業をしながら日本を旅する私たちは、現在熊本県植木町にいます。今回の動画は植木町にある大新農園の畑をご紹介。なんとここの農園、化学農薬や化学肥料、除草剤を使わずに農業を営んでいるんです。そんな無農薬とは思えない大新農園の奇跡の畑を今回はお見せします。ぜひ最後までご覧ください。今から大新農園さんのスイカとメロンを見学します。おー。はい。てっててっ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 てセルフ BGM。すごい。あと1週間。へーあと1週間でしょ。お名前が黒玉ボンボンリッチみたいな。独り占めボンボン。あ、独り占めボンボンリッチ。黒子玉ボンリッチ。大きく育ったね。ここに入るかな。あれとかすごいですね、もう。大丈夫？まん丸よ。すごいね。すごいねって私が。見学者の方に。大体もうこの一列がそのうん追加で。これ何個くらい収穫できるんですか200から300ぐらい。へー。大体もう一つの株から2、3個うーんならすっていうあれで、3個が基本で、まあ、2個のもあるかなっていう感じ。これが無肥料。まあ一応肥料を入れてないってで、まあ農薬もなんか天敵資材、ダニを食うダニとか、ブラムシにはテントウムシとか、そういうのの天敵が好む植物がこう間にマリーゴールドとか、いろんなのもあるけど、こういうのがある。スイートアリッサム、あれはクレオメって言って、粉じらみとか害虫をの天敵が好む植物を間に入れて、まあ、農薬とかに使わないでいいような私は何年前かな、2、3年前に研修生と1回スイカ植えたことあるけど、なんかこんなに立派には全然ならなかったから、まあ、今回は大新先生がお一人ですごいされたらなんかね立派に、まあ、まだ美味しいかはどうかはわからないけどですね。うまくいかない要因っていうのはやっぱり虫が来ちゃう。もう苗の時に結構苗が弱かったりすると、もうなんか苗繁作っていう言葉があるけど、苗繁作以上ってもうこういう農薬化学肥料とか家畜肥料とか、そういうのを使わない私たちのやり方だったらもう本当苗が結構大事ですね。普通この葉っぱの後ろとかが虫ベターってつくってことですか？もう本当もう油虫とかでブワーってとかうどん粉とかで真っ白になったりとか。全然ないけど、まあ虫はこうよく見たらいるとね思うけど、割と普通に専門の人から見たら多分ありえないだろうなって。意外とチクチクしてる。これがずっと一頭がスイカで綺麗。全然虫とかいない。全然まではないけどね。あっちが一応2列がヒュゴグリーン。メロン。まあ、メロンもスイカも一応その苗は作ってそうやって、まあ、肥料なし化学農薬なしっていう一応やってる。メロンもすごいなってますよね。まあ、なんでそれができるかって言われると、まあおそらくだけど、なんか、まあ、これが4連とこのハウスがあって、12年以上前はこれが全部イチゴでイチゴだったけんがまあ、そのイチゴも、農薬化学肥料家畜肥料除草剤なしっていう中で、まあ、ずーっとやってきてて、で、5、6年前ぐらいに半分をスナップエンドウを作ることにして、
でそのスナップエンドウを植えた後に、スナップエンドウって豆科だから、はい。土壌の中に根粒菌っていうのができて、うその根粒菌が窒素を固定してくれるから、肥料なしでいけるんじゃないかっていうことで始めたのがきっかけ。だけど1年目もやっぱりちょっとまず結構うまくいって、だから肥料入れずにもう不耕期でもうスナップエンドウを冬作物を収穫終わったら抜きます。でそこに空いたところにメロンの苗を植える。もうそれだけで不耕期で耕さずにそのままの畝でもう収穫を取ったのに苗植えるっていうだけで一応こんな立派に。でもこのメロンはもう4年目かな、今年。4年目。だから多分そのメロンはだいたいあらかたそれでいけてるので、温度とかなんかめっちゃすごい4月ぐらいに寒波が急に来たらもうちょっと全滅した年もあるけど、だけどとりあえずはなんかただこんなにアブラムシとか来ないのとか、もう初めてかな。それがなんでかって言ったらもう本当ずっとそういう土壌が変わってきたっていうのだろうと、あとやっぱりこういう天敵の好む植物を合間合間にこの谷下のところに大体植えたりしてるから、そういうので結構循環ができてるっていうか、これがハウスの外だったら普通に自然界で循環が起こってるんだけど、あえてそのような環境をこうハウスの中で作ってるっていうところで、こんな形に。このトウモロコシとかは空いててもったいなかったからチャレンジでトウモロコシ食べたいなって素敵ですね。トウモロコシもでもすごい。なんかこれもだから有機の種さんのなんかトウモロコシだから結構なんかバラバラ。でもやっぱほらああ言ってもう大体こんなアブラムシだらけに普通はほぼなるから。もうこんなアブラムシでダーって結構そういう年もあったけど、こういうなんか数本がなるような感じだけど、これはこれで大事っていうか、なんでかって言ったらそのアブラムシに天敵が卵を産みつけて、そしてまたこう循環が起こってるけど、このトウモロコシはこのトウモロコシでやられてて。意味があるけん完璧にね、こういうやり方で完璧にしようと思ったら、かなり無理が、出てくるけん、これも自然の一環として。なんかスイカのところにちょこちょここの置いてるのってチョコでしたっけ？そうそう。これがチョコか。だからいっぱい集まってるここに。これはもう本当うちの農園って家庭菜園の延長線、でもほぼほぼ実験で挑戦っていうかチャレンジだけど、一応その甘いチョコレートとかを置くことでアリがこう寄ってアリが糖分だけをずっと食べると、タンパク質をとするっていうなんかことを聞いたことがあって、数年前に。でそれでタンパク質が欲しくなったら、アブラムシをタンパク源として逆に取ってくれるっていうエビデンスが見つかったっていうのを小耳に挟んで、それからいろいろそんな風に試してるけど、食物によってだけど、そういう効果がありそうだなって思うのはあるから、大新さんがしかもなんか何チョコだっけ、あれですよね、ちっちゃい、あったじゃんリビングに、赤カカオのいや甘いケミカルって感じの。そうなんだっけな、あれ何チョコだったっけ、大ちゃん。そうチョコベリーだ。なんかね、やっぱりそういうなんか天才糖とかきび糖とか、なんかミネラル系がちょっと残ってるようなので作ったジャムとか、初め置いてみたけど意外にそっちの方が効果なくて、めっちゃ糖分ですっていう、ケミカルな方が
なんかアリさん的にはアリが来て、しかもなんかタンパク質のアブラムシを取ってくれるような感じで、なんか今はそのチョコベイビー、これがなんか一番ジャムよりやっぱりこっちの方が効果があるって言って、大ちゃんがなんかアリに餌をやるような感じで、ジャムよりチョコベイビー。アブラムシが少ない理由ってこれも結構あるんですか？聞いてる。どうだろう、アブラムシに聞いてみらんの翻訳機が欲しい。でも結構集まってるから。結構集まるけどね。結構集まってる。大新さんのなんかおまじないみたいなもんじゃないあ長年の缶のこれメロンの方にも同じようにやってるんですか？メロンも置いてる？置いてない。メロンは？じゃないっていうか、いくら置いたけど、聞かなかった。メロン置いたけど効かなかった。今は発生してないけど、うん発生した時があって、うんうんうん。実験してみたけど、うん聞かなかっなんかアブラムシの大きさとかも違うのもあるもんね。へえ。た。種類もあるし。へいやでも、昔も全部葉っぱの裏がもうアブラムシだらけの時もあったから、まあ、トウモロコシもそうだけど、もうこの裏がびっしり、もうびっしりアブラムシでベーって取らないと一枚一枚。手で。大変もあったけど、今年がたまたまアブラムシが少ない時かな。そう、でもそこまでないこともないけんが、なんかやっぱりこの一応ハウスに一番向こうがイチゴ、あとその次が、ズッキーニ、でここがメロンとトウモロコシでしょ、でその間にほらインゲンとか今取ってもらってる、豆とかオクラとか、なんか間に食用の小松菜とかも植えとる状態、でこっちがほらスイカってもうバラバラに、なんでこのハウスにそんな多品目植えてるとってなんかもう本当プロの農家さんからすれば笑われるようなことしかしてないけど、ただそれが意外にそのなんかな循環と多様性で、なんか今年はまあ12年目で初めてこんなに、今までまあ食べてみらんとわからんけど、今のところなんか出荷前ではあるけどいい感じじゃないかなと思って、順調に。おかげさまでなんかね、今年は。ここから。私超楽観的だけどね。大新先生はめっちゃ慎重なので。だけどやっぱこう慎重だけね、ここまで。いやー、ほんと作ったことあるけどできんもん。もうすぐ挫折した私は。スイカ、メロンも。まあ、ただこのほら4連頭のハウスにその一番向こうがズッキーニでしょ、でここがメロンでしょ、でここがスイカって言ったら全部売り属、同じ売り系ごめんなさい、売り系なんだけどできないでしょって、まあみんな多分思うと思うけど、まあ私たちも本当初めてのその全部植えてみるっていうのは挑戦だけんが、ただその大新さんはまあズッキーニは一応売りだけどかぼちゃ属、でメロンだったらば売り属、でこのスイカはスイカ属って売りの中でも属が違うけんが、多分いけるんじゃないかなっていうことで、ちょっと無謀なこの多様性に挑戦してるっていうけど、まあ意外にやってみたらそれはそれでそのいろいろこういう天敵の植物が良かったのか、まあトウモロコシはトウモロコシ、ね、イチゴはイチゴ、ね、豆は豆、オクラはオクラで、なんかがこううまい感じで循環してるんじゃないかな。12年やってきて初めて、まあわじゃわじゃ植えたけど初めてこんなこうなんか虫が少ない。ほらなんかどうにか減らそう、虫歯減らそうってね、こう手で取ったりとかいろいろこうやってきたけど、まあ、全部をこう生かすやり方、そっちに変えてきたら、なんかちょっと調和が取れてきたかなって感じかな。強いて言えば。なるほど。それがこのハウスの秘密。
なんかね、今年めっちゃハウスに入って気持ちいいもんね。ここがイチゴの、もう2ヶ月前に終わってるんだよね。今5月末だよ。うん。収穫は3月くらいにもう終わってるって感じですよね。もう今年はね、もうイチゴだけはもう本当苗がダメで、あ全然ダメだった。でも2ヶ月水やってなくてもイチゴがなっているという。もうだからずっとその2ヶ月前にね、もう終わってるんだけど、意外にイチゴは頑張って強くてね、根を下に水やらんでも、こうやってでも水やってなくて、こうやって食べれるイチゴって。食べれるんですか？お、食べれる。美味しそう、めっちゃ赤い。めっちゃ赤い。いちごだから。端的な感想。2ヶ月前に終わったイチゴ。めっちゃ甘い。いいね。美味しい。これも無農薬。いちごもその無農薬っていうのはすごい珍しいです。こんなバカなことする人あんまりおらない。前から一応もう農薬化学肥料、家畜肥料除草剤なしっていう中で12年前かなに、だけどこれが全部初めいちごだったけど、でも12年目でも今年は本当苗が夏に去年ね暑くてかなり苗がダメだったから退職して、ネットショップで販売ができんぐらいで、もう加工いちごを出すぐらいで、もう何十年ってお付き合いがある、もう本当そこのパティシエさんにもう一人二人出せたぐらいが精一杯のあれだった。もう3月でいちごはちょっとストップして、もうこっちのズッキーニとかメロンとか、ね、あとスイカとかにシフトして、それからだけはもう2ヶ月ぐらい水やってないけどなってますね。ただもうほら片付けをって2人だからできてないこれを2人でやられてるっていう衝撃のただのなんかね、もうズボラで本当はもう片付けて畝かけてしとかなんとだけど手が回ってなくて、ただこの放置してる状態だけ、本来はもうこのいちごの虫とかもうそういうね、やっぱり病気、病気はあんまり出とらんかもしれんけど、やっぱ害虫がいるけん、もうその害虫がこっちのメロンとかスイカとかね、ズッキーニとかに悪さするかなって、そこがちょっと私は一人心配しとったけど、なんか意外にこの列ごとで、列ごとで違うみたい。へー。なんかそれは不思議だなと思って、めっちゃ勉強になった。もう本来人間の頭だったら、もうここの虫が絶対こっちに移るけんが、はよね片付けて、もうすき込まなんて思うんだけど、思ってたけど手が回らず、見てみないこっちのね作業場しよったけど。ネギは何用に植えていらっしゃるんですか？やっぱネギ科はね、すごいなんかやっぱり病気とかの意外になんとかな対策じゃないけど、ネギの軟化の成分がすごいいい働きしてくれるけん、空いた結果部のところには結構ネギ植える。いっぱいありますね。そう前トマトしとった時も、そのなんか病気苗があったら四隅にねネギ葉植えたら、その根と根が絡んで意外にその病気、になんか対応できたけど、ネギってなんか独特の、人間の腸も腸活するのにネギ科はすごいいいって言うけど、何かしらそれが関係してるのかなって、ちょっと詳しく勉強はそこら辺してないけど分からんけど、本能と経験で、意外にこのネギちゃんは大活躍。こういう私たちのようなやり方でするときは、空いたところにはネギを植える。あと麦かも、なんか麦ちょっと麦を植えとったら天敵が割と好むから、わさってネギなりけん、ちょっとちびっとせなんけど、そういうのとかで循環だね。循環と多様性とで。
これも。ただいちごは意外にほんと強い。無農薬とかで難しいけど生きようっていうする力。下に出ばね、水を求めて多分下にしてるけん、こんなんまだカレントだろうなーって。いっぱいいますね。1ヶ月頑張ってますもんね。ですね、すごい。結構なってますね。だから私もその40歳から農業に転職したけんが、まあ農薬とか化学肥料とか、私はちょっとそのなんかな習ってないけん、逆になんかその使い方がわからないけど、まあ、大臣さんはその3、4年前にお父さんから観光のいちご作りも教わって、そしてからなんかやっぱりそのどんどんやっぱどうやったら減らせるかなっていうのを模索しながら、そのお父さんのデッチについとって、そしてまあお父さんがなんかねたまたま急に亡くなられて、でそれからもちょっと無農薬にっていうところで始めなって、まあもう使うか使わんか1か0かっていうことで、使わんって言ったら使わんってなったけど、1年目は全部うどん粉、うどん粉病でもう全滅みたいな。まずそこはねやっぱり窒素過多になりすぎてるけん、本当はその1年休めてそのなんかね窒素分を取らなんだったみたいな、緑肥とか今思えばね、急いでいちご作らんでやっぱりそのもうちょっと土作りに目を向けるか、ちょっとまだなんかやれることあったろうなって思うけど、1年目は分からずにその化学肥料じゃなくて有機肥料のめっちゃ高くていいやつをやっぱり同じぐらいの量入れてみたけど、だけどやっぱり入れすぎたんだよね。で化学肥料だろうがね、やっぱり有機肥料だろうがやっぱり過ぎたるわで、それからやっぱ引き算していくやり方に変わって、まあいらないものはいらない、まあ減らしていくって、過剰に何でもなりすぎないように、どっちかって言ったら引き算するやり方になったけんが、そのねいらないものを使わんでいったらどこまでできるかなで、まだ12年かけてチャレンジ中。いつ完成があるのかしてる間に完成っていくつかなって思うけど、突き詰めてすごいですね。こんな感じだね、いちご。まあこんな感じで、はい。来年こそはと思いながら12年経って、おー、毎年毎年、広い。これを全部2人で。健康チェックする。虫がついてるかとかも、虫がついてるかと、こう鉄火ちゃんとこの一つのあれに、まあ大体もう3個ぐらいしかできんけん、もうこう鉄火していくっていう普通はね。だけどもうこんないっぱいになる時期はもう1個残しだけん、全部こう鉄火して1個に残すみたいな。そしてもうその収穫した後も全部結局ヘタの裏までなんか虫がおらんかば、やっぱり東京の人たちね、虫がおったらバーってね、どんな無農薬でもやっぱり嫌だけんっていうので、無農薬を言い訳にするのが大新先生の厳しいところで、だってそのヘタの裏までこう、そうそう、白い手袋がして、ほら宝石屋さんがして白い手袋ばしてこうヘタの裏までね、パック詰めの時もうほんと、しかも触ったらいかんとだ。この圧をかけたらもうこの圧のところからほら東京に行った時痛むけん、もうこれをなんていうのかな、こう握ったらダメ。この指にこうしとってもこれ圧かかってないと。なんかここは例えばちょっと力押したらここになんかちょっと赤いなんか指紋じゃないけどちょっと圧がかかったら、そうなったらもうそこが東京行った時は痛んでる。だけどそこのところもとにかく神経使うですね。探し出せハートのメロンメロン。いろんなとこに蜂の巣が。結構すぐ。
いましたよ。ガキガキしちゃいました。すごい綺麗なハート。気をつけて畝を渡るんだ。なんか1年のスケジュールとかどんな感じだったか、何月に苗植えるとか。3月ぐらいにスイカとメロン苗を植える。今の作業としては。今は、こういうところに実がなるから、いらない実が。そういうのをちょきって。適化みたいな。邪魔にならないように。余計な実は取らないと、本当にならせたい方に栄養がいかない。やっぱどの果物もそうなんですね。実がついてるでしょ。あ、本当だ。お花の、普通はこういう裏とかにもべったり虫がついてるけどってことだよね。少ないですか今年はやっぱり。今年は、へえ。去年はちょっとダニが多かった。ああ。今年はいいみたい。いい調子がいい。これから出るかもだし。ああ。ついに枝もついうほー。メロン。いいからね。すごい。この下に引いてある赤いのって何のあれなんですか？と、ここからなんか傷んだりかな。それ防ぎを。かせて効かないようにするのと、ちょっと上がやわなんで、こう全部浮かせてると倒れちゃうんで、ちょっとつくぐらいでみんなして、ちょっと上の果汁を減らすという。へえ。これ引くのも大変ですね。すごいわ。限定200個メロン。おお。僕らが動画出すときにはも売り切れてる。買えない。確かに。スイカも限定でしたっけ？そうですね。わあ。ズッキーニとかメロンとかはネットから購入できます。よし。お早めに。